こんにちは、ロック204チャンネルです。このチャンネルでは IT 初心者のための動画をお送りしています。今回はマイクロビットで連続した波形を分析するというタイトルでお送りします。今回は前回の電圧を測るの続編です。内容は握力計での電圧測定例の復習、位置測定文を配列に保存し分析する、域値を設定した分析、連続した波形を分析する、以上の内容についてお送りします。前回、アナログ出力のある握力計を想定し、握力の最大値を測定し結果を表示するプログラムを考えました。この握力計は0から 100kg の測定値を0から 3.3V に対応したアナログ出力するものでした。それでは前回のプログラムを見ていきましょう。最初だけブロックの中にシリアル通信1行書き出しでスタートをコンソール出力します。これはコンソールが空にするように小データボタンを表示させるために使用しています。次に変数モードを989にします。このモード変数は測定の状態を保存する変数です。999は準備状況にあることを設定しています。次に A ボタンが押されると測定が開始されるようにこのブロック内を設定しています。最初に音を鳴らして変数モードを1とします。これは測定が開始されたことを示します。そして握力の最大値を格納する変数 MAX に仮の最大値0を入れます。次にボタン B ですが、このボタンを押すと測定が中止するように設定しています。このボタンが押されると音を発生させ、次に変数モードを0として測定を停止させます。次に測定を監視するブロックですが、ずっとブロックの中に条件判断ブロックを入れています。条件判断ブロックは2つの模試ブロックで構成しています。1つは変数1モードが1であるか、つまり測定中であるかを判断するブロックで、もう1つは測定が停止されたかどうか判断するブロックです。測定が開始された、つまりもうモード1の場合、関数測定を呼び出します。測定停止の時、つまり B ボタンを押した時モードが0となるので、測定停止を呼び結果を表示する関数ストップディスプレイをここで呼び出しています。測定用関数の定義について説明します。この関数内はアナログ値を端子 P0 より読み取った後、数値をマップする関数で kg に変換しています。そして変換された値と現在の最大値を比較し、大きい方を新しい最大値として設定しています。そして測定した値が格納された変数 kg をコンソール出力しています。ストップディスプレイ関数は B ボタンが押された時呼び出されます。ここでは変数 MAX の値を四捨五入し、改めて変数 MAX に代入します。そしてシリアル通信変数名前と数値を書き出すでコンソール出力します。またマイクロビットの LED にも変数 MAX の内容を表示します。最後に変数モードを999として測定準備状態に戻します。それでは位置測定文を配列に保存し分析する方法について考えてみましょう。今まではデータを逐次チェックし最大値を分析していましたが、ここでは位置測定文のデータを配列に一旦記録し、測定した後に分析値として平均値と最大値を表示するプログラムを考えてみます。プログラムの変更点について説明していきます。まず最初に A ボタンが押された時の最後に変数 kg アレイをからの配列にするブロックを入れます。この変数 kg アレイは握力波形を保存する配列として定義します。次に関数測定の修正を行います。変数 MAX0 の部分は削除を行います。今回は測定した後最大値を求めるのでこの行はいりません。追加行としては kg アレイの最後に kg を追加するのブロックを入れます。これは測定されたデータを逐次 kg アレイ配列に格納するものです。このプログラムでは配列より最大値、平均値を求めるカスタムブロックを拡張機能より追加します。このブロックのチャット GPT を使用しメイクコードのカスタムブロックを作成する
という動画で説明しています。このカスタムブロックは公開しているので、誰でも取り込みが使用可能です。取り込み方法は、メイクコードの拡張機能をクリックすると、左下のような画面が表示されます。そこで、画面上部の URL 欄に、この画面の右上の URL を書き込んでエンターを押してください。すると、下側にカスタムブロックと表示されたタイルが出ますので、それをクリックしてください。そうするとカスタムブロックが自分のプログラムに取り込まれます。こちらに示すのが取り込まれたカスタムブロックです。ここで使用できるブロックは、リストの最小値を計算する、リストの最大値を計算する、リストの標準偏差を計算する、リストの平均値を計算するの4つのブロックです。このリストというのが配列に相当します。また、変数は配列名を選択する部分になります。ストップディスプレイ関数の変更点について説明します。今回は波形を取得した後、計算するのでカスタムブロックが使用できます。最初の2行が kg アレイに保存されたデータより最大値 MAX と平均値 E アベレージを取得します。以降の部分は求められた最大値と平均値をコンソールと LED に表示するブロックが配置されています。そして最後にモードを989に設定し、測定の準備状態に変更しています。それでは変更を加えたプログラムを実施してみましょう。まずコンソール表示して、スタートボタンを押して、で、はい。それで B ボタンで結果がこういう形で出ますね。次に域値を設定した分析について説明します。今までのプログラムでは A ボタンが押されて、次に B ボタンが押されるまでデータを配列に取り込んでそれを分析していましたが、山が立ち上がらない部分や波形が平らとなった部分までデータに含まれているので、平均値を計算したとしてもこの部分のデータが入ってしまいます。そこで域値を設定し、その域値を超えた場合にデータを取り込むようにすると、純粋に山の部分だけを計算することができます。以降の解説ではこの方法について説明します。最初だけブロックの最後に変数極値を2にするブロックを追加します。これによりこの値を上回ったデータより配列に取得します。測定関数の中はアナログデータをマップする部分だけを残し他は削除します。また B ボタンが押されたときは使用しないので削除します。ずっとブロック内の変更は測定中で、かつ測定値 kg 外基値を超えたときモードを2とします。右下の図では域値以下の状態より域値を超えたときモードが2となります。ずっとブロックの後半は2の域値を超えた状態で、まだ域値を下回っていない状態では測定値を kg アレイ配列に追加していきます。これに対し1の極値を超えた状態より再び極値を下回った場合は1波形のデータが収集できたので、結果の表示を行うストップディスプレイ関数を呼び出します。ストップディスプレイ関数の変更点は文字列を表示から数を表示までを削除しています。またモードを1にすることによって再び測定開始。そして波形を保存する配列 kg アレイを初期化しています。またボタン B の中に変数モードを999とするを入れ測定を停止機能を追加しています。それでは域値を設定したプログラムを実行してみましょう。まず A ボタンを押して、でこういうふうに、域値以下になると測定が終了します。次に連続した波形を分析する方法について説明していきます。この図ではボタン A が押された時からボタン B が押された時まで連続して波形を収集します。ボタン B が押されると
この場合音階分の波形が分析され結果を表示するというプログラムとなります。1回ごとの最大と平均値を格納する配列マックスアレイ、EVR アレイ、回数をカウントする変数カウンタールを用意します。変数初期化関数ではこれらの値を初期化します。ここではストップディスプレイ関数の変更点について見ていきます。1の部分ではカウンターを1つ増やし、次に1は波形分の最大値と平均値を計算しています。2の部分はコンソールに結果を出力しています。3では1波形が収集されるたびにそれらの結果を配列に格納しています。そして4では測定を再開するためモードを1としています。ボタン B が押された時の前半部分です。ここではカウンターを0からあるカウンター-1に変えるのループにおいて1回ごとの最大値、平均値をコンソールに出力します。後半部分においては全体の最大値と平均値を計算しコンソール出力します。以上でプログラムが完成です。はい、それではこのプログラムを実行してみましょう。まず、小データでコンソールにします。それで A ボタンでスタートですね。で、これで1回目、2回目、3回目、そしてストップ。そうするとこちらの方ですね、拡大します。こちらの方に結果として1回目、2回目、3回目の、マックスアベレージの結果が出てますね。そして全体はこういう形で、この3つの平均値ですね、マックスの平均値、こちらの平均値の平均値というような形で、計算することができます。今回のマイクロビットで連続した波形を分析では、前回の電圧を測るで作成した握力計の測定プログラムに機能を追加しその解説を行いました。追加された分析機能としては、1測定分を配列に保存し分析する、域値を設定した分析、連続した波形を分析するなどがありますが、最大値や平均値を算出するカスタムブロックを使用することによりプログラミングを簡略化することができました。ご視聴ありがとうございました。